函館裏観光動画。今回は YouTube であまり紹介されていないマニアックな北海道函館市の楽しみ方を紹介します。いつもとは違う気分でぜひご堪能ください。王道ルートが気になる方はこの動画が見終わった後にこちらをご覧ください。それでは早速スタートです。まずは函館のグルメといえば新鮮な海鮮が楽しめる函館朝市。ご当地大人気グルメのラッキーピエロを思い浮かべる方も多いと思いますが、今回のルートではもちろん行きません。最初に訪れたのはミスタードーナツ函館五稜郭ショップ。函館に来てまでミスド？しかも有名観光地の五稜郭タワーじゃなくてミスタードーナツ五稜郭店？やる気あるのかって？落ち着いて聞いてください。後ほど激安海鮮料理の紹介もしていきますので、まずは冷静に函館市のミスタードーナツの価格を見ていきましょう。あれ？オールドファッション97円。なんか安くないですか？ミスタードーナツの公式サイトを見るとオールドファッションが162円になっていますね。他のドーナツの値段も見てみましょう。函館はフレンチクルーラーも108円になっています。あれれ？こちらも安い。公式サイトでは162円になっています。そうなんです。函館のミスタードーナツは日本で唯一特別価格で販売しているのです。2025年は令和の米騒動と呼ばれるお米の価格高騰があったりと、いろいろな物価が上がり続けている時代ですが、そんな中でこの価格はとっても嬉しいですね。まあ数年前までは函館のミスタードーナツももっと安かったようですが、というわけで今回の函館裏観光の一つ目はミスタードーナツでした。観光に興味はあるけど食べ物はとにかく安く済ませればよい、または私のようにミスタードーナツが大好きな人には悪くない選択肢なので、ぜひ覚えておいてください。ミスタードーナツの後は函館の超王道観光地に向かいましょう。おや、見えてきましたね。そうなんです。こちらが五稜郭タワーです。函館の歴史を学んだり、四季折々の美しい姿を堪能したり、函館のマストスポットの一つです。駐車場はいくつかあるのですが、おすすめは芸術ホール駐車場です。さて、本日はどのような景色を見せてくれるでしょうか。おー、雪化粧をまとった五稜郭もまた美しいですね。函館に行ったら毎回来てしまいます。函館市は北海道の中でそこまで積雪量の多い町ではないので、雪に覆われる景色は比較的レアなんですよ。そして五稜郭タワーで人気なのはこの景色だけではなく、五稜郭歴史回廊というジオラマです。函館の重要な歴史がわかりますよ。なんとなく函館に歴史があるのは分かっているけど、実はよく分かってないんだよねってわかりました。せっかく函館に行くなら歴史を分かっていた方が楽しめますので、1分間で簡単にこのジオラマ歴史を解説しますよ。ポチトラベルの歴史講座始まり。時は1854年4月21日、日本はそれまで200年以上続いていた祖国を廃止。函館港にはあの有名なペリー提督がやってきました。やあ、私がペリーだ。おう、ようこそいらっしゃいました。これから日本の港も使わせてもらえないか。そうしてここ函館には外国船の乗組員たちが行き交うようになりました。イエーイ、これが日本か。きゅうりってこんなにうまいのか。こういった海外からの侵入に危険を感じたのか、徳川幕府の武田海三郎は函館の防備強化を計画します。そこで作られたのが
この五稜郭なのです。ヨーロッパでは今このような形が主流なのですぞ。ぜひ作りましょう。今時の若いもんはまあやってみなさい。そうして1857年五稜郭の工事が始まりました。約7年ほどかけて五稜郭は完成し、政治の中心となっていきましたが、その後ここ五稜郭は戊辰戦争の最後の舞台となり、江戸時代の終わりを告げたのです。そんな頃から200年近くが経とうとしている現在、私たちはこうして五稜郭を眺めているのですね。さて、この展望台には戊辰戦争で活躍した新選組土方歳三の銅像がありますが、できることならばぜひカメラのフラッシュを持っていきましょう。フラッシュのあるなしで記念写真の鮮明さが全く変わってきます。比較写真を見てみましょう。こちらがフラッシュなしの写真、こちらがフラッシュありの写真です。全然違いますね。函館市には旧函館区公会堂など、フラッシュがあったらとっても綺麗に撮れる写真スポットが他にも結構ありますよ。もうちょっと詳しく写真の撮り方を知りたいって？この動画が100いいねを超えたら詳しく解説しますので、ぜひ今すぐいいねボタンを押してください。さて皆さん、これって函館の王道ルートでしょ？と思い始めてますよね。安心してください。ここからが裏函館観光の本領発揮ですよ。次の目的地がここから見えていますよ。というわけで、ここからタワーの目の前にある北洋資料館に入っていきます。入館料が100円と今時珍しい破格なのですが、入館すると駐車料金が2時間分無料になるのです。もはや行かない方が損という不思議でありがたいシステムですね。ここでは函館の漁業の歴史や貴重なアザラシの剥製などが見られますよ。100円とは思えない丁寧な解説をしてくれる博物館は本当に珍しいですね。これは行くしかない。こちらには船のシミュレーターもあります。航海士になったつもりで楽しみましょう。さて、駐車場がお安く済んだところで海鮮を食べてエネルギーを補給しに行きましょう。海鮮といえば函館朝市を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、今回はなんと600円で食べられる海鮮丼があるのでご紹介です。ラーメン一杯でも1000円時代の今、とってもありがたいですね。着きました。むっちゃん七重浜店です。Google マップでも安いしうまいし店員さんは優しいと書いてありますね。これは楽しみです。車がないから行けないって？安心してください。函館駅からも電車で10分以内に到着する七重浜駅の目の前ですよ。注文はタッチパネルです。いろいろなメニューが気になりますが、ここはやっぱり600円の海鮮丼ですね。しかし私はお腹が空いていたため焼きそばセットも注文です。これまた500円と激安ですね。店内は観光客というより地元の人が多い印象ですね。これは期待できます。早速食べていきましょう。600円というから海鮮丼だけポツンと出てくると思ったら、味噌汁や白身魚のフライなどもついているじゃないか。うまい。正直に言って函館朝市で食べた1500円くらいの海鮮丼と変わらないんですけど、ネタが全部新鮮な気がするし、ボリューム的にも満足。焼きそばセットもご飯や味噌汁、漬物がついていたり、これは満足です。また行きます。さてさて、お腹がいっぱいになったところで次なる目的地に向かいましょう。
一体どこへ向かっているのでしょうか。函館はとっても楽しいスポットが多くて、車で走っているだけでもワクワクしますね。レンタカーでの観光もおすすめですよ。さて、こちらが次の目的地、新函館北斗駅です。まずは到着したら、函館北斗市のマスコットズーシーホッキーと写真を撮りましょう。2016年の北海道新幹線開業に向け生まれたご当地マスコットです。参戦したゆるキャラグランプリでは惜しくも県外だったズーシーホッキーですが、2019年一度見たら忘れられないご当地キャラではなんと第1位に輝いた、まさに記録より記憶に残るキャラクターなのです。まあ今回の目的はズーシーホッキーではないんですけど、そう、今回の目的は北海道新幹線の見学です。この新函館北斗駅は新幹線が見学できる場所としてとっても有名なのです。さて、実際に新幹線を見てみましょう。新幹線は16両、長さは400メートルということでとっても大きいですね。一般の特急列車は時速 130km ほどですが、新幹線は 300km もの速度が出るそうです。私も新幹線に乗ったことも見たこともなかったので、記念に写真を撮りました。都会に住んでいて新幹線なんていつも乗ったり見たりしているよという方はコメントでぜひ教えてください。次は新函館北斗駅から10分ほど、食べログの100名店2023にも選ばれた隠れた名店に向かいましょう。しかもこのお店、なんと人気漫画ゴールデンカムイの第287話にも登場したのです。それって裏函館観光なのって？函館駅からは特急列車で30分ほどと結構な距離があるので、今回は裏函館観光ということで多めに見てください。食べログの口コミを見るとプラス評価がずらりと並んでいます。うまい、安い、最高、函館に来たらこれを食べなきゃ、賞味期限1日なのが美味しい証。さて、駐車場に到着しました。車がない方でも安心、大沼公園駅から歩いてすぐです。大沼と思った方もいるかもしれませんが、函館の裏観光スポットとしては外せない場所です。9983ヘクタールにも及ぶ広大な公園で大自然を満喫できる場所です。私が訪れたのは冬でしたが、今年の夏にまた行きたいので、大沼関係者の方、ぜひご招待お待ちしています。さて、話を戻しまして、大沼の絶品グルメのお店がこちらです。沼の屋。ここの団子がとっても美味しいのです。団子の種類は至ってシンプル。サイズは大か小。みたらしのほか、こしあんかごまあんを選べます。ちなみに沼の屋の団子は時折限定で道の駅などで買えることもありますが、ごまは製造数が少ないためここでしか買えません。迷ったらごまを買いましょう。早速いただきます。串に刺さっていない団子という時点でとっても珍しいですね。これはここ大沼に浮かぶ小島を表現するため、あえて串に刺していないそうです。醤油味は日本でよくある定番の味ですが、甘さの中にもしっかりと塩味が絶妙に効いています。黒ごまも醤油味より少し柔らかな甘みがあってとっても美味しい。店内には
イートインスペースもあるので、ゆっくり休みながら食べられます。あまりの美味しさに秒で完食してしまったので、私はもう一個追加で買いました。いかがでしたか？実はまだまだ紹介しきれていない場所がいっぱいあります。このチャンネルでは函館の観光名所を他の動画でも紹介していますので、ぜひご覧ください。また、函館の別浦函館観光ルートもありますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。